3日ぐらいで全員死んでいくんですよ。あることしたら顔が変わるって言われるんですよ。でもほんまに変わってるのかもしれないですけど、呪物150個ぐらい、500年前に呪詛をかけてた人形やんか、みぞおちを押さえながら「痛い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 」とか言って、これ多分隣の人死んでますよっていうぐらいきつい匂いがしたらしくて、ファ・オラクルっていう精霊がいるみたいで、なんで集めてまうんやろ。マニアックチャンネル。こんにちは。今日よろしくお願いします。お願いします。呪物コレクター田中俊之です。呪物部屋ですね。だいぶ片付けたんですけど、150個ぐらい細かいのも含めて、一番代表的な僕の呪物があって、それが人形なんですけど、チャーミーって名付けてるんですけど、7年前ぐらいに、関西のある介護施設にいつからかあったっていう人形を可愛がるんですよ、利用者の人が。で可愛がると3日ぐらいで全員死んでいくんですよ。でそれが5人続いたんで、スタッフの人がちょっと怖がってしまって、一回ね、地下の倉庫みたいなのに隠すんですけど、次の日出てきてるらしいんですよ。でこの人形がね、来た時に大型台風チャーミーっていうのも来てたんで、チャーミーっていう名前にしたんですよ。なんか口元になんか詰まってるなと思って、爪楊枝でほじってたら、なんか乾いた米が出てきたんですよ。オレンジの米食ってるんちゃうのなってちょっと怖くなったりとか、それを取ったことによってなんか歯が生えたみたいになって、なんかちょっと成長してる、ちょっと不思議な人形なんですよ。だいぶ不思議ですね。一番長いですね。信頼してますけど、この人形を持ってからなんか物になんか念とか宿るんちゃうかなって興味を持ち出して、で積極的に呪物とか曰くものっていうのを集め出したんですよ。15年ぐらい経ってるかもしれないですね。でも最初の 2,3 年はそれこそ全然興味持ってなかったと思います。最初は本当に面白おかしく集めてたところあるんですよ。なんか動くんじゃないかとか、そういう感覚ももちろん残ってるんですけど、いろんな集め出してから、今までとはちょっと違うというか、やっぱ見えないものの力なんで、見えない世界は広がりましたし、で見える世界も広がりました。どっちも広がったですね。なんかやっぱちょっとマニアックなものとかは集めてまうところはありますね。子供の時とか、なんか石拾ったりとか、であとはなんかそれこそビックリマンとかよく集めてますよね。タイのカルチャーってやっぱ結構好きで、バーツコミックっていうね、漫画があるんですよ。だから日本のキヨスクみたいなところに売ってて、大人がパッと読んでパッと捨てるみたいな。バーツコミックとかは普通に集めてますね。あったら買うって。今高くなってますけどね。なんで集めてまうんやろ。だから集めてる感覚もないんですよ。なんかほんまに最近思うのは、ほんま呪物が呪物を読んでるというか、僕の意思じゃないんちゃうかなって思う時ありますよね。呪術師とかにもそんなにいるんかみたいな、逆にもうちょっと落ち着けみたいな全然なんか気づいたら多くなってたみたいな。コレクターとは言ってますけど、コレクションっていう感覚ではないです。こんだけ集めるというか、病んでますよねちっちゃいんですけど、これ姫だるまっていう人形なんですよ。神宮皇后が妊娠したんですよ。
でそれを記念して作られたっていう、説があって、お嫁に行く時とかに女性が持って行ったりする人形なんですよ。でこれは僕の知り合いが夜いつも散歩コースがあるんですよ。途中で公園があるんですよね。で公園のベンチに紙袋があって、で何やろうと思って中パッて見たら、この姫だるまが入ってたんですよ。おもろいなと思って、で持って帰ったんですよ。でもなんかちょっと気持ち悪かったから、家の外に裏口に置いてたんですよね。でそのまま家に入って寝たら、変な夢をずっと見るんですよ。それがなんか自分が小学生ぐらいの時に戻ってて、なんか学校のグラウンドで鬼ごっこをずっとやるんですね。なんかそれと同時にずっと裏口からコト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 って夜中ずっと音が聞こえてて、1週間ぐらい連続で夢見て、その最終日に鬼に捕まるんですよ。で捕まった時が、その鬼が女の子で、その女の子の顔がこの顔だったっていうエピソードがついてる。これ市松人形なんですね。顔は陶器でできてて、ちょっと変わってるのがチャイナ服みたいなの着てるんですよ。で体も陶器かな。でも足だけは布なんですよ。だから多分外国に渡って、改造されてると思う。これ顔隠してるんですけど、っていうのが、あることしたら顔が変わるって言われるんですよ。もう一応泣くんですよ。でちゃんと泣いたら顔が変わるって言われるんですよ。どうですか。市松人形に限らず、人形ってなんか見る人の状態によって顔ってもう感じ方変わるんで、ほんまに変わってるのかもしれないですけど、これちょっと面白いって言い方は合ってるか分かんないんですが、僕仕事柄よくいろんな人と会うタイミングがあって、である霊能者の人に見てもらった時に、田中さんに良くないものがついてるって言われて、かなりね具体的だったんですよ。39歳の吉岡静江っていう民剤を飲んでドアノブで首くくって亡くなった女の人が、未練が残ってて、なんか生前に関係してた人に僕が似てたらしくて、それが取り付いてるって言われてたんですよ。良くないからすぐ払っときますって言って、なんか払ってくれたんですよ。もう帰りの電車で、別に頼んでないのになと思って、払うんが、なんとなく気に入って僕についてるのに、それを強引に払うんもなと思って、その霊能者の人にすぐ電話して返してくださいって言ったんですよ。みたいになったんですけど、ちょっとそれじゃあなんか聞いてみますみたいなんで、納得したんで返しますねって言って、でその人独特の霊とのコミュニケーションの一つらしいんですけど、この土霊って言って、土の鈴の中にその霊を閉じ込めて送ってくれたんですよ。でこの中にはその吉岡静江さんが入ってるんですよ。でこれはもうどう考えても呪物やと思って、呪術師が作ったりとか人間が手加えたものは確実に呪物だと思うんですけど、何か人が一つでも不思議な体験というか怪異を体験したら、一応僕は呪物として預かってるんです。ただ単に気持ち悪いっていう人形だけやとちょっと引き取れないですかね。そこですかね、見極めというか。これは琵琶湖の竹生島って島があるんですよ。パワースポットとかも言われてるんです。そこで廃神社になったその神社の蔵から出てきたもんで、500年前に呪詛をかけてた人形やっていうんですよ。穴が開いてて、で神と一緒やったんですよ。でその神にはなんか呪いをかけた人の名前とか、何かこの人形にやったことをずっと書いてて、呪いかける時にここに詰めたりしてたんだと思うんですよ。なんか念みたいなんてまだ残ってるんですかねって聞いたら、いやこれは多分残ってないやろみたいな。そんな500年も経ってるし、だからちょっと僕としては念がこもってた方がいいんで、そういう感じやすい友達を連れて行ったんですよ。
その友達がこれをパッて見た時になんか溝落ちを押さえながら店から出てって「痛い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 」とか言ってで「どうしたん?」って聞いたら「いやあの人形多分まだ根入ってますわ」みたいな「買わん方がいいっすよ」ってで買ったんですよ。コロナの助成金で買いましたけど、ね、10万円でしたけど、なんかフォルムがちょっと子供っぽくて可愛い、まあ、変な雰囲気あるんですよね。肉感があるというか、なんせこの朽ちた加減もかなりいいですよね。ディープになっていくと値段も高なっていきますし、譲ってもらうにしても現地まで行ったりしたら旅費とかがかかるんで、それが世界になるともう2桁とかですよね。だから本当にもうお金の収支っていうんですか、もうめっちゃくちゃですから、家賃だけ残して呪物に全部行くみたいな生活ですね今。でも感覚としては別に抑えてるって感覚はないんですよ。みんなが見たらちょっと抑えてるように感じるかもしれないですけど、飯とかも全く興味ないんで、高い服とかブランド品とかも別に欲しくないんで、贅沢はあんましてないですね。だからその分は全部呪物にいってるんですね。だから基本だから呪物ファーストですね。まあでもそれも呪物にやられてるのかもしれないですけどすごい近い友人とかは集めてきてるのは知ってるんで、その過程を見てきてるんで、集まったなっていう感じですけど、初めて来る人とかはやっぱ引いてますよ。あとはやっぱ敏感な人は来ないです。行きたくないって言って。家族は兵庫の神戸にいるんです。もうそら嫌でしょ僕やったら嫌っすもん。息子がなんか呪いのものを集め出したらだからまあブチ切れてましたよ。実家にいた時はできるだけレンタル倉庫借りてそこに入れてましたね。まあ今はもう全部こっちに持ってきてるんで家族も安心です。タイの呪物なんですけど、まあ信仰物でもあるんですよ。これプラピッターっていうんですね。プラっていうのが僧侶で、ピっていうのが閉じるで、ターが目なんですよ。でこれは生きていく上で嫌なものを見ない、だから嫌なことに合わない、こう真実のことだけが分かるとか、そうやって信じられてるものなんですよ。プラピッタの中でも目だけじゃなくて耳も塞ぐとか肛門とかも塞いでるやつがあって、そういうのが一番力が強いってされてるんですよ。これはチベットの仏像なんですよ。で僧侶が亡くなった位牌と土とかをこう混ぜて型に入れて作るものなんですね。たまにこの仏像から匂いが出て、なんか人間みたいに歩き回る時があるんです。でそれがすごい、もう今まで嗅いだことないこう鼻につく異様な匂いで、ちょっと忙しかったんで段ボールに入れたままにしてた時に、家に知り合いが来た時に知り合いが異様な匂いがするって言って何人もが言ってた時期があるんですよ。でもそれは途中で消えるんですよ。3人目ぐらいがこれ多分隣の人死んでますよっていうぐらいきつい匂いがしたらしくて、隣の人は今おらんしなと思って、この仏像ちゃうかと思って、で箱からすぐ出してで飾るようになってから匂いのことは誰も言わなくなりました。でも確かにチベットで五体統治っていう祈り方があるんですよ。それはみんな体を地面につけてずっと祈る信仰があって、中にはやっぱ亡くなる人がいるらしくて、祈ってる途中で亡くなった人はどうなるかって言ったら、匂いになって祈ってる生きている人についていくって言われてるんですよ。だからもしかしたらそういう祈ってた僧侶の人の位牌なのかもしれないです。これね、アフリカのセヌフォ族に伝わるオラクル人形って言って、シャーマンだけが見ていいものなんですよ。アフリカの土着的な信仰なんで結構難しいんですけど、なんかファオラクルっていう精霊がいるみたいで、それをこう宿すもので、どういう使い方をするかって言ったら、悩みがある人にメッセージを伝えてくれたりとか、
例えば村の中で盗みがあった。じゃあ村人を集めてシャーマンがこのオラクル人形を持ってきて、こう誰が盗んだか聞くんですよ。でこの長い手が特徴的なんですけど、それがこう指して教えてくれるとか、そういうのを聞きましたね。アフリカ精霊信仰なんで、そういう精霊を宿す呪術師が使う呪物です。これどうですか。見た目最高なんですけど、インドネシアに伝わるスンバ島ってあるんですよ。神秘の島みたいな。でスンバ島ってこう馬がすごい信仰されてるんですよ。でこれはその馬の頭なんですよ。こういう呪術的な文様が彫り込まれてて、その五穀豊穣とか、トカゲとか魚とか、ここは人の顔なんですけど、呪いとかそういうもんではなくて、馬に感謝するのと同時に、恵みをもらうっていうので祀ってたんだろうと思います。見た目が最高ですよね。怖い話付きの呪物ってあるんで、それは怖い話付きでこう常に集めていくんですけど、その他のこう世界の呪物に関してなんか部族が持ってたとかはどういうものか知りたいっていう、その欲求で集めてるのかもしれないですね。何ですか、こう世界になってきたら全然知らないカルチャーが見えてくるんで、なんか面白いんですよ。ただアフリカとか東南アジアとかって日本よりも国民が信じてる度合いっていうのが全然違うんで、その文化的な背景がある呪物とかになると、なんかその時のその人らの生活とかもなんとなく見えるんで、そういう時代の人はこういう思いで暮らしてたんだとか、なんかそういう人の思いは感じるようになりましたね。だからそういう呪物の裏にあるものがこうイメージするのかも好きですね。でいろんな世界のいろんな呪いにまつわるカルチャーが好きなのかもしれないです。これ呪物って言えるかどうかわかんないですけどね。これ水晶なんですよ。でこれって、ある場所で男が自分のおばあちゃんを数年前に殺してるんですよ。精神病かなんかで逮捕にはならなくて、でその数年後に自分のお母さんを殺してるんですよ。でその家族が金庫で大切に持ってた水晶なんですよ。凄惨な事件が起こった場所にあったものと、その家族がなぜかすっごい大切にしてた水晶。どっかから譲り受けたんですか。そうなんです。そこはもう言えないです。言えないです。で次はこの箱なんですけど、これ、関西の方ですけど、家が潰れたんですよ。特殊清掃みたいな感じだった。の人がそこの家のものを、これ使えそうやなとか、これ気になったものをごっそり、知り合いのお店に荷物をバッと置いてたんですね。でその中にこの箱もあったんですよ。その時にこう知り合いが来て、なんかずっとこううめき声が聞こえるんだけど、なんやねんみたいな、その持ってきたものの塊の中から言うんですよ。で見に行ったらなんかこの箱の中から声聞こえるぞってなって、気持ち悪いって言ってその人帰ったんですよ。でこれなんなんやろうってその気になって開けたら、昭和初期かもうちょっと古いか分かんないですけど、大量の殺人現場の遺体写真なんですよ。めちゃくちゃあるんで、全部です。全部で子供とかもいるし、好きなく殺人現場なんですよ。そらうめき声もするわなっていう。なぜこれをそこが持ってるのかっていうのはもう言えないです。はい。でピー入れてくれるんやったら全然いいですけど、家やったんですよ。ただただびっくりですね。やばいっすね。好きやったんでしょうね、多分。全員未練残ってますよ、多分。呪術の入手経路はいろいろあって、持ってきてくれる人、送ってくれる人で、あとはオークション、日本やったらヤフオク、メルカリとかで、その他にもね、世界中にさまざまなオークションってあるんですよ。呪物コレクターだけが開いてるオークションとかあるんですよ。それこそそういうところに入り込んで買ったりとか
あとはもう何年も集めてきてるんで、世界中にこう知り合いができるんですよ。でその人らから購入したりとか。呪術師とやっぱ世界中に呪物コレクターっているんですよ。偶然とかインスタで知り合った呪術師もいるし、呪物コレクターもいるし、なんかインスタで1回だけ僕呪物上げていこうと思って呪物上げてた時があったんですよ。じゃあフォロワーめっちゃ減ったんですよ。だからやめたんですよ。でもその瞬間見てたやつが海外のやつだったんですけど、お前呪物好きなんかみたいな。で連絡取って今でも交流してる人とか、あとは呪術師とはどうやって繋がっていったのか自分でもよく分かんないですよね。ちょっと前にこの家って風呂ないんですよ。すぐそこに銭湯があるんですよね。で銭湯が100年ぐらい続いてて、でそこに入りに行ってたんですが、老朽化とかいろいろ問題があって銭湯が潰れるってなったんですよ。で僕としては死活問題なんで呪物たちにお願いしたことがあるんですよ。もう銭湯をなんとか存続させてほしいって。じゃあ温泉が湧いて、それきっかけにリニューアルしたんですよ。呪物にとっても死活問題やったと思うんですよね。銭湯なくなったら引っ越しも考えないといけないんで、呪物のおかげちゃうかなって。家族ではないですけど、共同体って感じですよ。一緒に生きてるって感じですね、僕の中で。そうですね、リスペクトを持てます、呪物には。で特に呪術師の人とかに、呪物コレクターとかにも言われるのは、お前が呪物に対して敬意を忘れた瞬間にお前の全てを呪物たちが奪っていくだろうって言うんですよ。もう、お前が想像できないぐらいの奪い方するから、その気持ちだけは気をつけろよって。めっちゃ怖ないですか？死ぬよりきつい奪い方をするって言うてます。今後の展望は、博物館とか自分でやったらみたいな話あるんですけど、そんなのは全然実は思ってなくて、もともと誰に見せるっていうもので集めたものじゃないんで、そういうのは考えてなくて、ただひたすら呪物買って、で僕の方の、力を上げていこうと。だからもっと呪物と精霊たちとコミュニケーションを取りたいんで、いろんな呪術師に会って力を入れてもらおうっていう感じですね。もっともっと深いところに行きたいですよ。だからもう最終呪物になるぐらいの自分が。タイってよく人の人体の一部使うんで、国自体は禁止してると思いますけど、そういう信仰が残ってるんで、最終死んだらタイの呪術師に頼んで全部呪物にしてもらってもいいと